こんにちは。IKEA 大好きなサヌです。本年もよろしくお願いします。今回は IKEA に行く前にチェックしてほしい最新の注目アイテムを紹介していきます。 IKEA に行くと全部オリジナル商品なので圧倒されてしまうんですよね。今期の新商品は過去一いいものが多いので見逃さないようにチェックしてもらいたいなと思います。で今回は特に収納用品と模様替えにぴったりなデコレーション類など紹介していきます。ぜひ最後までご覧になってください。まずは子供部屋収納のベストセラーアイテムトロファストシリーズからボックスが新しく出ていました。サイズは一緒だと思うんですけども色が微妙に違ってて可愛いですよね。ライラックもあります。逆に今まであったものが生産終了品として値引きされていました。港北店では他の店舗でももしかしたら値引きされてるかもしれないので、もし店舗行かれましたらチェックしてみてください。続きましてはこちらの棚に収まっている綺麗なボックスです。クッキスというボックスなんですけども、こちらにも新色が出ました。なんとおしゃれなベージュカラーです。これはブラウンでしょうか、ベージュでしょうか。正解はダークグレーベージュでした。これはなかなかおしゃれな色ですよね。クッキスは、去年から蓋とボックスが別々に買えるようになりました。同色のプラスチックの蓋も出ていまして、こちらを使えば上に積み重ねることができます。で港北店にはこの大きめのサイズしかなかったんですけども、オンラインサイトを見るとちゃんと小さいサイズもあります。この300円のものとか600円のものとかあります。私はクッキスはこの竹の蓋がすごく好きです。めっちゃ可愛いですよね。うちではキッチンでお菓子を入れたりして使っています。あと去年仕切りのついたこのような小物入れも出まして、下のトレイには書類が入って上にこうやって積み重ねられますよっていうのがクッキスシリーズから出たんですけども、これがこのぴったりねこういう風に重なるようになっています。で色がすごく合いますよね。子供の工作セットなんかを入れるのにいいなと思って見ていました。ボックス自体はプラスチックなのでとても軽いです。この色味でトレンド感を出すの IKEA 得意ですよね。皆さんいつもたくさんコメントありがとうございます。やっぱり最近はお片付けをされているって方が多いみたいで、この収納棚のヨナクセルを購入予定です、検討中ですという方がコメントをいただきました。ありがとうございます。ヨナクセルの引き出しは、こんな感じでして、クローゼットだけじゃなく押し入れでも使っているって方が多い人気の商品です。とても安価なんですよね。で最近こちらのインサートが新しく出ました。このボックスなんですけどちょっとねテーパーがかかっててぴったりこの引き出しの斜め具合にぴったり入るようになってるんですよ。もしヨナクセル購入される方いらっしゃいましたらこのボックスも一緒にチェックしてみてください。続きましては衝撃価格のランプシェードが出てました。違いますね。ランプシェードだけじゃなくってペンダントランプですね。もう値段がびっくりですよね。デザインもちょっとカーブがかかってたりして柔らかい雰囲気で可愛いんですよね。素材はかなりプラスチック感が強い、プラスチックなんでねプラスチックって感じな素材ではあります。でもすごいね軽いです。これだけ安いとこう複数ベッドサイドに両方つけたいとかいう時も取り入れやすくていいなと思いました。ただ下からは電球が丸見えになります。プラスチックが薄いので光がいい感じに漏れて綺麗ですね。続きましては大注目のテーブルランプです。前回こちらと同じシリーズのペンダントランプを私は購入しました。こちらは素材が紙のような紙でないものでできてまして、すごく光が当たったところのテクスチャーがすごく綺麗です。こう和紙みたいな雰囲気伝わりますかね。でライトを点灯させるとすごくグラデーションが綺麗ですよね。周辺のライトと比べて分かるように結構大きめではあります。こうね、広いスペースにポツンって置くと絶対おしゃれですよね。もうすでにかなり人気みたいなので狙っている方はお早めにゲットしてください。新年明けましたし模様替えなんていかがでしょうか。春らしいクッションカバーがたくさん出ています。
まずはこちらベージュカラーでとっても可愛いクッションカバーです。生地がねとてもしっかりしていました。説明欄を見ると屋外でも使えるようなことが書いていましたので、それでしっかりしているのだと思います。IKEA これからガーデンファニチャーが出てくる季節ですからね。もちろん洗濯機で洗濯が可能です。オンラインで見てるより実物はすごく良かったです。こちらブラックもあります。多分こちらタグが間違えてて、値段は999円です。ブラックはすごくインパクトがあって1個置くだけでかなり印象変わりそうですね。葉っぱがモチーフで北欧らしくていいですよね。またこちらカラフルなのも出てまして、春らしい色合いですごくね色合いが綺麗なんですよね。このカラーパターン、カラーパレットを IKEA のオンラインサイトですとか新商品情報でデカデカとこちら出てますので、かなり IKEA 推しているんだと思います。トレンド感ありますよね。あと同じカラーパターンだと思うんですけども、 IKEA 普段は 50×50 なんですけど、こちらは 65×65 のサイズ、大きいサイズの方になります。こちらでも新しいクッションカバーが出ていました。キッチンコーナーになります。こちら購入しました。ガラス製のディスペンサーです。ガラス製のが欲しかったのですごくいいなと思いました。ガラス製なので洗いやすくていいですよね。ストーリーズで紹介した時もガラス製がいいっていう DM をいくつかいただきました。水回りで使うものなのでやっぱりねプラスチックよりガラス製の方がいいですよね。ラベルはちょっと手こずりましたけども綺麗に剥がれました。ただやっぱり何も書いてないと、何が入っているかわからないのでラベルを自作しました。キャンバというサイトで作りました。簡単に作ることができます。無料で作ることができます。これをコンビニ、ファミリーマートのシール印刷をしてきました。 L 版サイズで印刷しました。ちょっとイメージ沸かすために大きいサイズとL 版の1/2分の1サイズと4分の1サイズ2種類作ってみて、どっちがいいかなと今考えているところです。せっかくなので大きい方を貼ることにしました。このシールがちょっとコシが強くて、で接着力は弱いのかもしれない。ちょっとね剥がれてきそうです。たまに端っこの方が浮いてる時があります。この小さいサイズにしたらよかったかもしれないですね、シールのサイズで。このポンプ部分はマットな質感でとてもおしゃれでいいなと思いました。ちょっと詰め替えするときは口が狭かったです。問題なく詰め替えすることはできました。その許容範囲内だと思います。とてもおしゃれでいいと思います。前回紹介したこちらのコンストフルの花瓶なんですけども、結局買っちゃいました。やっぱりねこれは買いですよね。このお値段でこのデザイン、もう最高ですよ。でちょうどいつも使っているアプリで購入した枝物が届いたところだったので飾りました。早咲きの桜なんですよ。このアプリはおすすめなので概要欄にリンク貼っています。言っときますけどちゃんと自腹で私購入してますからねこれでこちらの花瓶ですけども、そこに凹凸がついていまして、このように枝をねなんていうんですかね、飾りやすくなっています。いい感じにねストッパーになってくれて綺麗に飾れるんですよ。そしてこのねデザインの美しさですよね。本当に綺麗です。安定感も抜群です。チューリップとかね飾るのもいいなと思って今から楽しみです。桜がねちょっと咲いてきています。でコンストフルの花瓶なんですけども、このミニサイズのもグレーが出てまして、こちらはねマットな色合いなんですけれどもとっても可愛いのでこちらも購入してしまいました。このシリーズはなんとハンドメイドなんですよね。このお値段で大量生産じゃないってびっくりです。こちらは、新しく出たカバンです。IKEA 港北店ではピンクはまだなくってブラックだけ出てたので購入してみました。生地の感じは伝わりますかね。なんとも表現が難しいんですけども、ちょっとペラペラっていうよりはしっかりめなのかな。
でこのようにポケットがついています。裏はロゴがなしです。無印のインサートバックインサートを使って、中にノートパソコンなど入れてみました。すっぽり入る大きさです。かなり肩紐が長いので、こんなごつめのスウェットを着てても肩にかけやすいと思いました。お手頃価格ですのでお土産にいかがでしょうか。店頭でも手に取られている方多かったです。フェイクグリーンのコーナーです。もうね、毎週のように新しいのが出るから困るんですけどこちらの小さいフェイクグリーンなんと99円です。こういうのにたまに IKEA から出るんですけども、結構ね前回もうすごい可愛くって、でもねそれもすぐなくなっちゃったんですよ。今回もぜひお早めにご購入ください。この小さいハッチカバーと組み合わせて可愛いですよね。ハッチカバーいろんな種類があるので、お好みのを選ぶのも楽しいと思います。あともう一つ見たいなと思ってたものがありまして、こちらなんですけども、もう在庫1個しかなかったんですよね。もう売り切れるの早いですね。皆さん可愛いの見つけるのがお上手で、本当にこちらすごい葉っぱの模様が可愛いですよね。結構サイズ感が大きめなんですけども、模様のおかげかそこまでフェイク感がなくって可愛いなと思いました。こちらのセブリナは新商品ではないんですけども、とってもおすすめです。こちらは葉の縞模様が特徴的で結構リアルに見えるんですよね。で IKEA はこういう風にハンギングプランターもたくさん種類が売ってますので、垂らすのもとてもおすすめです。あとね、前回もちょっと紹介しましたけども、やっぱこれのフェイクグリーン可愛いですね。葉っぱの形が小さいからフェイクっぽく見えないのかな。すごく可愛く見えました。こちら実際にルームセットの中でも飾られていました。こういう植物のこれは温室みたいなことなんですかね。ガラスのショーケースにグリーンがたくさん入っていまして、この中に先ほどの新商品のグリーンも飾られていました。黄色のハッチカバーと合わせるのもとても可愛らしいですね。うちも本物のグリーンはたくさんありますけども、日が当たらない場所なんかはフェイクグリーンを使っています。可愛いですよね。フェイクグリーンも今季すごい当たりなのが多い気がします。あと店舗行かれましたら、ぜひアウトレットコーナー、サーキュラーマーケットと呼ばれているところなんですけども、ぜひ見てみてください。今ね、こんな駄菓子の値段みたいなすごいねお得なものがたくさんありました。店舗ごとに置いてあるものは違うんですけども、ぜひチェックしてみてください。あと値引き品もたくさん出ていました。レジ前のコーナーです。もう新商品がドーンと入ってくる時期はドーンとね値下げされるんですよね。でこのクッションカバーなんかさ、全然別にいつの季節でも使えるじゃないですか。サネーラシリーズすごい人気なんですよ。いやー、あれはちょっとね欲しいわ。他にも他店舗のお得情報はインスタのストーリーズで紹介しています。皆様から DM で結構ね他店舗の情報もいただきまして、それを紹介しています。いつも皆さんありがとうございます。結構お写真とか動画を撮ってきてくださる方が多くて、とても助かっています。 IKEA は店舗数が少ないですから、そういう情報ってすごく助かりますよね。あと皆様からいただいたコメントで、最近デスク、お子様のデスクを購入検討していますっていうコメントがよくいただきます。やっぱり人気なのはミッケシリーズで、私も今奥に見えてますけども、こちらのミッケを使っています。あとは天板と足を別々に買うこともできるんですよ、 IKEA って。結構それでお子様のデスクにしてますって方もいらっしゃいました。できるだけシンプルなデスクにしたい方はいいですよね。これ有益な情報をいつもありがとうございます。他にも皆様買ってよかったものなどありましたら、ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。次回はいくつか購入品がまだありますので紹介していきたいと思います。こちらのランプも、気になってるって方いらっしゃいました。私は白を買いました。まだね広北店は実物が出てなかったんですけどはい、オンラインで白を買いました。あ
とはスマートプラグも購入してみたので、そちらも紹介していきます。IKEAジャパンからもスマートプラグが新しく出ました。もしよろしかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していただけるととっても励みになります。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。